ベトナムを40日旅して本気で住める街を探しました。かなり良かったよね。ぶっちゃけチェンマイよりもいいなって思う街もありました。でも、住むとなると、夫婦で意見が分かれました。というか、結構喧嘩もしました。しましたね。今日は、ダナン、クイニョン、ニャチャンを本気で比較して、今の僕たちならどこに住むのか、本音で話します。こんにちは、農場夫婦のケンです。ジャンです。私たちは会社を辞めてタイのチェンマイに移住した無職夫婦です。今はチェンマイ以外にも心穏やかに暮らせる場所はあるのか、実際に旅をしながら夫婦で本気で検証しています。いつか海外生活してみたい人、ファイヤー後の生き方に興味がある人はぜひチャンネル登録して一緒に見届けてください。今回僕たちはベトナムを約40日間旅しました。ハノイ、ニンビン、ダナン、クイニョン、ニャチャン、最後にホーチミンという流れです。ただ今回比較するのはダナン、クイニョン、ニャチャンの3都市です。ハノイ、ニンビンにも行ったんですが、今回は住む候補としては外します。はい。ニャチャンの後、ホーチミンにも行きましたが、一泊して空港に行っただけなので、今回は比較から外します。そしてこれはあくまで短期滞在で感じた私たちのリアルな感想です。特にニャチャンは4泊だけです。かなり印象は良かったんですが、まだ判断しきれてない部分もあります。そうだね。ダナンもさ、雨季はちゃんと経験してないよね。そうだよね。なので今日は分かっていることとまだ分からないこと、これを分けて話していきます。はい。今回は5つの項目で比較します。生活のしやすさ、物価とコスパ、食事、気候快適さ、最後に長期滞在したいか。あれ？治安は入れないの？治安もね、入れようか迷ったんですけど、うん。僕たちが滞在した範囲は3都市とも大きな不安はなかったじゃん。あ、そうね。なので今回は治安は評価項目から外しました。はい。まずはダナンから。ダナンは良かったね。ダナンは本当に良かったです。はい。今回の3都市の中で、夫婦で一番住む現実味を感じた街でした。そうね。海がある。そしてカフェも多い。ローカル飯もある。あとね、外国人向けのお店もあるし、ジムもある。だから生活に必要なものが全て揃ってる感じだね。そうだよね。まあダナンが一番住みやすそうだなとは思ったね。チャンさんはね、ベトナムの中ならダナン推しですよね。ご飯も美味しいしカフェもあるし、安心して過ごせる感はあったね。ダナン、生活のしやすさは 4.7 です。おー、高い。理由はね、生活に必要なものがかなり揃ってるからです。そうね。カフェ、ジム、海、食事、移動手段、かなり生活できるイメージが湧きました。海が近いのも良かったね。そう。チェンマイにはね、海がないんで、そうそう。ここはダナンの大きな強みです。はい。そして次は物価とコスパ。物価コスパは 4.2 です。はい。3都市の中で一番物価が安いのはクイニョンだと思います。なのでダナンは 4.2 点。はい。ただね、僕たちの体感ではダナンはチェンマイよりは安く感じる場面が多かったです。普通に生活するならさ、安くできそうだったね。そうだね。ローカル飯は安いし、カフェも選べば安い。そうそうそう。生活面ではかなり強いです。次は食事です。はい。食事は 4.5 点。私はね、ベトナムのご飯がね、本当にね、好きでした。もうね、何を食べても美味しかった。そうだね。チャンさんは本当にハマってたよね。これは大きいです。実際住むなら毎日の食事が合うかどうかはかなり重要です。ねえ、本当に。あと
ダナンでかなりポイントが高かったのが歯医者ですよね。あれはね本当にね良かった。実際に歯医者に行ったのはチャンさんなんだけど、はい、私です。対応がすごく丁寧で優しくてかなり感動してました。そうなんだよね。海外でさ歯医者に行くのって結構不安だったんだけど、思った以上にちゃんとしてて本当に安心しました。その時の様子はこちらの動画をご覧ください。海外生活って病院とか歯医者の安心感もかなり大事です。そうね。そういう意味でもダナンは生活目線でポイントが高かったです。はい。次、気候快適さは 4.0 です。ダナン気候良かったんだけど 4.0 なんだ。これは、ダナンが悪いっていうより、僕の基準が結構厳しいんですよ。あ、そうなの？僕の中で、かなり良い気候の基準が、チェンマイの寒気なんだよ。朝晩が涼しくて、湿気もなくて、外を歩いてても気持ちいい。チェンマイの寒気はほんと気持ちいいよね。そうで、気候の最高点5点っていうのは、ハワイです。なんでハワイなん？ハワイは世界一気候がいいんじゃないか？私はちょっと行ったことないからわかんないんだけど、そうなんだ。少なくても僕はそう思ってます。なのでダナンも良かったんですけど、チェンマイの寒気や、ハワイを基準にすると、4.0 くらいかなという感じです。あとは雨季をちゃんと経験してないんで、そこも少し慎重に見てますね。そうね。あとはアパートです。もし長期で住むならどんなアパートがあるのか、家賃はいくらなのか、もっとしっかり見ていきたいです。ちなみにダナンについては以前生活費や住めるかどうかを詳しく話した動画を出してます。ダナンが気になる方はこの動画の後にぜひそちらもご覧ください。ダナンを一言で言うと、夫婦で住む現実味が一番高い街です。そうね。これはね、僕だけじゃなくてチャンさんもダナン推し。夫婦で暮らすならこれはかなり大きいです。次はクイニョンです。クイニョンも良かったよ。でもね、クイニョンは夫婦で評価が少し分かれた街です。そうだね。安いし静か、ローカル、人が優しい。この辺りは本当に良かったです。そうなんだよね。私はね、クイニョン結構好きでした。物価、コスパは 4.8。今回の3都市の中で一番安く感じました。ローカル食堂、カフェ、ジム、市場、どれもかなり安かったです。めっちゃ評価が高いね。ご飯も安くて美味しかったね。ローカル生活をするならコスパはかなり強いです。ただ生活のしやすさは 3.7、 長期滞在したいかは 3.5 です。あら、低めだね。クイニョンは良い街なんですけど、僕にとっては長期で住むには少し選択肢が少ないかなと感じました。そうか。私はね、静かな感じがね本当に良かったんですよね。ここが夫婦の違いですね。僕はもう少しワクワク感や選択肢が欲しい。そうか。チャンさんは落ち着いていて疲れにくい方がいい。あとね、気候面では風が強いのも気になりましたね。あれは毎日すごかったもんね。海沿いの町なんで仕方ない部分もあるとは思うんだけど、長期で住むとなるとこの風が毎日どう感じるかは気になったね。そうだね。気候はね、長期で住むなら大事だよね。今回の旅で僕は改めて気候が大事だなと思いました。あと僕的にはジムのクオリティも少し気になりました。ケンちゃんジム大事だもんね。はい、かなり大事ですね。僕はね、筋トレが生活の一部なんで、そう長く住むならジムはかなり重要です。そうクイニョンを一言で言うと、安くて静かで人が優しい街っていう感じです。ローカル生活が好きな人にはかなり合うと思います。そうだね。
私は結構クイニョン好きでした。僕もね好きは好きなんだけど、ただね長期だとちょっと物足りないなって感じたね。あとね風とジムが気になったかな。そうか。次はにゃちゃんです。前回の動画でも話した街ですね。そうです。前回にゃちゃんが僕の中で移住候補ナンバーワン級になった理由を話しました。ただ最初に言っておくと、にゃちゃんは4泊しかしてません。そうなんだよね。なので住む街として完全に判断するにはまだ早い。そうね。でもね4泊だけでここまで印象が上がった街という意味ではかなり衝撃でした。正直言うとね、行く前は全然期待してませんでした。ケンちゃん期待ゼロだったもんね。そうだから4泊しか取らなかったんだね。とりあえず行っとくかっていうだけ。そうだよね。観光地っぽいのかなとかちょっと合わないかなって思ってたんですけど、はいはい。実際に行ってみたら良い意味で裏切られたね。そうだね。やっぱ最初に観光地エリアを見ちゃったからうわせわしいと思ったけど、ローカルのビーチ沿いはほんと気持ちよかったよね。ほんとよかった。最高でしたね。ほんとよかった。ビーチ沿いの雰囲気がすごく気持ちよかったです。そうだよね。街も思ったより歩きやすくて、カフェもあるし、あるある。ご飯も美味しい。美味しい。あれここかなり好きかもってなりました。ローカルの地域を探せたのも大きかったよね。そうだね。絶対それはあるね。にゃちゃんの評価は生活のしやすさは 4.3。 はい。物価コスパはダナンと同じ 4.2 です。ああそ安く過ごせるんだけど、う。クイニョンほど安いっていう体感ではありませんでした。ああそれはある。観光地エリアはね、少し高くなると思います。そう観光地エリアはまあしょうがないんだけど、でも全体的ににゃちゃんはご飯美味しかった。そうだね。だから食事は 4.6 です。はい。ベトナムは本当に食事が最強ですね。長期滞在したいかは 4.5 です。ただしこれはもっと確かめたいという意味も含めてます。ああそうだね。4泊だけでチェンマイを超える可能性があるかどうかは正直まだ分かりません。そうだね。だからにゃちゃんはすぐに結論を出す街というより、次にもっと長く滞在して確かめたい街です。にゃちゃんを一言で言うと4泊だけで一気に候補入りした街です。僕の中ではダナンと同じくらい印象が良かったです。ただ意味が違います。意味が違うってどういうこと？ダナンは住む現実味が強い街。にゃちゃんは可能性と衝撃で強い街。にゃちゃんはさ、ケンちゃんかなり気に入ってたもんね。そうなんですよ。正直にゃちゃんは期待してなかった分、いい意味で裏切られて、その反動で少しひいき目っていうのかな、そういう目で見てる感じはあります。そういうことね。まあだからこそ、4泊だけでチェンマイを超えるかどうかはまだ判断できません。ただね、もう一回来て長く滞在して確かめたい街なのは間違いないです。ここで今回ベトナムを旅して気づいたことがあります。はい、何ですか？僕たちが住みやすいって感じる街には、共通点があるなと思いました。どんな共通点？それは、観光地としてある程度整ってて、住んでる人が外国人に慣れてる。でも少しローカルエリアに入れば、落ち着いて暮らせる街です。これチェンマイもそうなんですよ。確かにね。チェンマイはね、観光地でもあるから現地の言葉が分からなくてもなんとかなる場面が多い。外国人にも慣れてるし、カフェ、ジム、病院、歯医者、グラブ、いろんな選択肢があります。でもね、観光地ど真ん中に住まずに少しローカル寄りのエリアに住めば落ち着いて生活ができる。これはダナンやニャちゃんにも共通していると思いました。観光地っぽさもあるけどローカルも楽しめるっていうね。そう、観光地の便利さとローカル生活の落ち着き、その両方がある街が僕たちには合ってるのかもしれません。逆にただ安いだけの場所だったら他にもあると思います。
例えば田舎の山奥の村みたいな場所ならもっと安く生活できるかもしれません。でも英語が通じない、病院や歯医者が遠い、外国人に慣れてない、移動手段がない、そうなると僕たちにはかなり厳しいと思います。生活するには不安が大きいよね。そう、田舎のローカルな場所だと、そもそも言葉が通じない外国人が来るっていう状況に慣れてない人もいると思うんだよね。そうね。そういうとこだとこっちが何を言ってるか分かんないし、向こうもどう対応していいか分かんない。そうね。下手したらさ、何言ってるか分からない人が来たみたいになって相手にしてもらえない可能性もあると思います。それは困るね。だからさ、外国人に慣れてる観光地がある街って僕たちにとってはかなり大事なんだと思いました。語学できないからね。はい。僕たちが探してるのはただ安い場所じゃなくて、夫婦で安心して暮らせる場所なんだと思います。それはそう。もっと田舎に行けば安い。でも外国人として暮らすには難易度が高い。だから観光地機能がありつつローカル生活もできる、そんな街が合ってるんだと思います。っていうかさ、そう考えると、クイニョンは物価が最高じゃん。それでいて外国人向けの安心感や選択肢っていう意味でも物価と観光地のバランスは最適かもしれないね。今ちょっとそう思ったわ。あら、そう。ここで3都市をまとめます。生活のしやすさで見るとダナンが一番です。そうだね。ダナンはね、やっぱ一番バランスが良かったかな。物価コスパで見るとクイニョンが一番です。クイニョンは安かった。食事は正直どこも高評価。もうどこもね、本当にご飯は美味しかったです。そうだね。気候はね、まだ追加検証が必要です。そうね。ダナンは雨季を見たい。ニャちゃんは4泊だけだったから、もっと見たい。クイニョンはね、風がちょっと気になりましたね。そうだね。あとさ、海側よりも町側の方に住んだらどうなるかも気になるね。そうだね。では夫婦それぞれのランキングを発表します。まず僕のランキング。はい、どうぞ。1位がダナンとニャちゃん、同率です。同率かーい。そして3位がクイニョン。ほー。僕はこうです。なんで同率なん？ダナンは住む現実味で1位です。はい。生活のバランスが良くて、物価も安くて、チャンさんもダナン推し。そうなんだよね。まあダナンが一番住みやすそうだったな。だから夫婦で暮らすなら僕だけがいいと思ってもダメで、チャンさんも安心して暮らせるのが大事です。そうね。一方でニャちゃんは、4泊だけだったのに一気に候補入りした街です。期待してなかったのにすごく良かった。ただ現実的にチェンマイを超える可能性を感じたのは今のところダナンです。チャンさんのランキングお願いします。私はね、ものすごく迷ったんですけど、1位はダナン、2位はクイニョン、3位はニャちゃんです。ダナンはね、やっぱね、全体的にバランスが良かったね。クイニョンはもうほんと静かで落ち着いてて、のんびりできて、私は結構好きでした。ニャちゃんは3位だけど、短期なら楽しいなって思うかな。でもずっと住むって考えると、ニャちゃんはさ、やっぱ4泊しかしてないから、今の時点でずっと住むなら、私はもうダナンかクイニョンの方が想像しやすかったね。まあそれはそうだね。でもね、こうやって点数で見ると夫婦で結構違いますよね。そう、違うね。ここで少し話が変わります。冒頭でちょっと喧嘩しましたって言ったんだけど、僕たちが旅中に喧嘩をする理由って大体同じなんですよね。そうだね、大体同じだね。僕は安くローカル中心の生活が好きなんですよ。旅をしていても生活の延長みたいに考えてしまうんで、ついつい安いローカル店のお店ばっかり探しちゃう。もう本当にさ、ケンちゃんはローカル好きだよね。そ
ちょっと衛生面が気になるようなローカル店でも、僕はまあ大丈夫でしょうって思っちゃうんだよね。私はちょっと嫌だな。ただチャンさんのすごいところは、嫌がりながらもなんだかんだで結構付き合ってくれるんですよね。嫌だけどね。嫌がるんだけど来てくれる。これは本当にありがたいです。でもだからこそ僕もチャンさんが安心して過ごせるか、それをもっと考えないといけないかなって思ってます。はい、お願いします。あとね、観光地に来てるのに僕がここは高いからもっとローカルの店に行こうとか言うと、あなた怒るよね。じゃあね、これ怒るっていうか、もうケチくさいなって思っちゃうんだよね。もうだって観光地に来ておいて高いはないでしょって。だったら来るなよって思うもんね。まあそれはそうかもね。せっかく来たんだからさ、観光地がさ、もう高くてもしょうがないじゃん。楽しみたいじゃん。まあね、本当にそうなんですよね。そうなんですよ。でもね、僕はつい節約モードになりすぎちゃう。節約モードっていうかもうケチモードだよね。いやいやいや、これはね、仕事してた時の癖かもしれない。昔工場でずっと改善とか無駄取りの考え方で仕事してたから、旅先でもついついもっと安くできないかなって考えちゃうんですよね。まあね、その気持ちもね、わからなくもないんだけど、でもチャンさんは旅として楽しむことや快適に過ごすことも大事にしてる。そう。だから住む場所を探す時も同じです。僕は安くローカルに暮らせるかを見て、チャンさんは安心して暮らせるかを見てる。これ難しいところでさ、もう本当にさ、どっちが正しいとかじゃないんだよね。ただお互い見てるところが違うだけだもんね。そう。まあだからね、夫婦で住む場所を探すって結構難しいんですよね。難しいね。そう考えるとダナンが強かった理由もここなんですよ。ローカル生活もできる。でもチャンさんが安心できるカフェやお店もある。僕のローカル欲とチャンさんの安心感、その両方を満たしやすい街でした。そうね、本当にバランス良かったもんな。そうだね。で、ここまでベトナム3都市を比較してきましたが、最後にタイと本音で比較します。私たちにとっての比較対象は1年半住んだチェンマイです。実際に暮らした街ですね。はい。なんでここからはベトナム3都市とチェンマイを比べて本音で話します。はい。ではどうぞ。ぶっちゃけて言うと、はい、チェンマイはかなり居心地がいいです。本当にね。友達もいるし、はい、生活も分かってる。そしてビザも取りやすい。そこ。タイの DTV ビザについては過去動画で詳しく話しているので、気になる方はそちらも見てください。今回はビザの細かい制度よりも実際に住む街としてベトナム3都市をどう感じたか、それを話します。じゃあベトナムはチェンマイを超えたのか。どうですか。正直に言うとダナンはビザの問題を除けばチェンマイを超える可能性があると思いました。おー、そう。まあダナンはね、本当に良かったからね。物価はチェンマイより安く感じる場面が多かったね。そう。あと海がある。そう。ご飯も美味しい。美味しい。カフェもある。ジムもある。歯医者も丁寧で優しかった。そうなんですよね。しかもさ、チャンさんもダナン推し。はい。夫婦で住むね、現実味っていうところを含めると、ダナンはかなり強いです。そう、かなり強いね。ただそれでも今すぐ決めるなら、まだねチェンマイが強いって思う理由もあります。それはなんで？まず、1年半住んだ安心感ですよ。もうこれはダントツに大きいね。そう、暑い時期、雨季、乾季、あと空気の悪い時期、生活費、コンドミニアム、カフェ、ジム、病院、買い物。チェンマイはね、年間を通じた生活のイメージができます。そうだね、実際に住んでたからこそだよね。あとさ、友達がいるのも大きいよね。そうだね。海外生活って街そのものじゃなくて、人間関係や安心できる場所があるかも大事です。大事。
そしてビザ。これタイは長期滞在しやすいビザの選択肢が多い国だと思います。そこはね、安心感があるよね。そうだよね。長く滞在したい外国人も受け入れようとしてる感じがあるよね。そうなんだよね。その点さ、ベトナムは少し違う感じがしたよね。そう、ベトナムでビザ欄を繰り返しながら暮らすっていうのが実際どうなのか、僕たちはまだ経験してないからね。なのでビザのことまで全部含めると、今はチェンマイの方が精神的に楽かなって思ってます。そして今回ベトナムを旅して改めて思ったのが、僕にとって気候はかなり大事ということです。チェンマイってなんだかんだ気候いいんですよね。寒気はめちゃめちゃいいよね。もちろん暑い時期もあります。雨季もあります。空気が悪い時期もあります。だから完璧ではありません。でも特に寒気のチェンマイは本当に最高です。朝晩は涼しいし、湿度も低いし、もう外を歩いててもほんと気持ちいいもんね。そう、この気候の気持ちよさは僕の中ではダナンやニャチャンより上でした。そこはさ、チェンマイの強みだよね。はい。なので今回の結論です。ベトナム3都市の中で夫婦で住むなら一番現実的なのはダナンです。ダナンはもうかなり良かったです。僕個人としてはニャチャンも同率1位です。ただしニャチャンは4泊だけなので、もうちょっと長く滞在して確かめたい街です。そしてタイと比べるとビザを除けばダナンはチェンマイを超える可能性があります。ただ今の僕たちにはチェンマイに1年半住んだ安心感、友達、ビザの分かりやすさ、そして寒気の気候の良さがあります。じゃあね、今すぐ住むならベトナムかチェンマイかって言ったら、チャンさんはどうですか？どっちだろう、迷うな。今決めなきゃいけないんだったら、私なら今はチェンマイかな。それはやっぱり安心感？そうだね。ベトナムはさ、本当に良かったんだけど、住むとなるとまだわからないことが多いから少し不安があるよね。チェンマイは1年半住んでさ、生活の流れもある程度もうできてるし、困った時にどうすればいいかもわかるじゃん。はい。その安心感が大きいかな、やっぱり。これはかなりわかるね。旅行ならさ、ワクワクが勝つんだけど、そうそう。住むとなると安心感も大事だよね。そうなんだよね。住むとなるとやっぱ生活しなきゃいけないからね。僕はダナンにかなり可能性を感じました。でも夫婦で暮らすなら僕のワクワクだけでは決められないです。どっちかが我慢する場所だと続かないからね。そうだね。今回ベトナムを40日旅して思ったのは、海外で心穏やかに暮らせる場所を探すって想像以上に難しいということです。そうね。だから僕たちが探しているのは夫婦で安心して暮らせる場所なんだと思います。旅行で楽しい街と住める街は違う。これは今回すごく感じました。なんでね、今回で完全に答えが出たわけではありません。ダナンには本当に可能性を感じました。はい。ニャちゃんももっと長く見てみたいです。そうね。ベトナムにはね、また行きたいな。特にね、ダナンとニャちゃんはね、次はもっと長く滞在してみたいね。そうだね。本当に住めるか確かめたいよね。うん、そう。そしてこの後、僕たちはホーチミンからバリ島へ向かいます。はい。初バリ島ですね。そう。バリはね、僕がずっと行ってみたかった場所なんだよね。そうなんだ。そう。昔からね、かなり憧れがあるんですよ。でもね、憧れと現実は多分違うんだよね。ほう。バリ島は本当に住める場所なのか、タイ、ベトナムと比べてどうなのか、次回から本気で検証していきます。また夫婦で意見が分かれるかもしれません。この夫婦が最終的にどこで暮らすのか、続きが気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしています。
皆さんなら住むならダナン、クイニョン、ニャチャン、それともタイですか？やっぱり日本ですか？ぜひコメント欄で教えてください。以上、ノージョブ夫婦でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。今回も動画を見てくださりありがとうございます。今後もリアルな移住生活を発信していきますので、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。